高校生の頃から私を苦しめていた正体不明の不調。原因が分かったと泣いて喜んだのもつかの間。それが新たな地獄の始まりだとは思いもしませんでした。皆さんこんにちは。魔法使いリリです。前回は私のメンタルの不調を食事や生態で改善したというお話をしました。でそのメンタルの不調があった時の本当にひどかった時に、実は私は精神科というか心療内科、人気の心療内科を予約していたんですね。でそれでそこの病院が人気だったため、4ヶ月とか3ヶ月ぐらい確か待たされたんですよ。でそんなに待ったということもあったし、メンタル的にはよくはなってるけど、それだけ待ったし、不眠の問題とかはまだあったから、とりあえず行ってみようかなってことで病院に行きました。そしたら血液検査をされて、でなんと思いもよらない結果が出てきました。甲状腺の機能が高すぎるっていう結果が出たんですね。で甲状腺の機能が高いと倦怠感や動悸、そして、気分の波とかも出るということで、私のこの気分の上がったり下がったりっていうのは甲状腺のせいなんじゃないかという診断になりました。でその診断結果を、私は聞いて、高校生の頃からの倦怠感や動悸、そして大学生になって出た気分の波も、これ説明がつくじゃんって、全部甲状腺の問題だったんだって、その時はすごくホッとしました。周りにはずっと理解されなかったし、ずっと原因不明っていうか異常がないとかってずっと言われていたけれども、甲状腺を測ったことがなかったので、今までそんな風に言われていたけど、それって気のせいじゃなかったんだって、よかったって、もうこれで全て解決するって思ったんですね。ただそんなに単純なことではなかったんですよ。で甲状腺機能亢進症っていうことで、甲状腺のね、専門のところに行ってくださいって言われたので、そこに行ってさらに細かい検査をしたらバセドウ病っていう風に言われて、次はでそしたら治療しなきゃいけないってことで、まずバセドウ病の治療方法としてはお薬が2種類とアイソトープ治療っていうのと手術っていう、この4パターンなんですね。で、とりあえず飲み薬から始めてみましょうってことで、1つ目のメルカゾールっていう飲み薬をチャレンジしてみました。すると薬疹が出てしまって、私今まで特にお薬で薬疹が出たことってなかったんですけど、もうこの薬だけ本当に合わなくて、薬疹が出たことを先生と相談したら、次はね、抗ヒスタミン薬と併用して飲むとどうかっていうことで、それをやってみたんですね。でそれでもやっぱダメで、無理して飲んでたら薬をどんどんアレルギーが悪化していっちゃって、しまいにはアナフラキシーショックを起こして、夜中にやってる救急の病院にもう駆け込まなきゃいけなくなっちゃったんですよ。でその後もうこの薬はアナフラキシーショックも起こしたからもうダメだってことで、もう一つの別の種類のお薬も試したんですけど、そちらは血液の問題の副作用が出てしまって、またこれも体に合いませんでした。でそうなったらもうどうしようってなって、じゃあもうアイソトープ治療をすることにしたんですね。手術は怖かったので。でそれでアイソトープ治療を大学4年生の8月にやったんですよ。でこれが本当に悲劇の始まりで、アイソトープ治療をしてから2週間後ぐらいから体がどんどんおかしくなってきてしまって、甲状腺ホルモンが治療の前よりも、このアイソトープ治療をする前よりも悪化してしまって、もう薬も私使えないからコントロールもできないし、コントロールする手段もないので、もうものすごい上がってしまった状態になっちゃって、でそうすると不眠症は悪化して、でもう 4,5 日一睡もできないとかもう普通にあるぐらい
不眠が悪化して、で人間ね3日目ぐらいから頭おかしくなってくるんですよ、寝れないとでそんな状態になるし、で横になってるのにもうずっとバクバクしてて、動悸が、でほんと何もしてないのにもう息切れするし、で体は疲れてるのにもうなんか神経だけが暴走して、もうなんか本当に治療する前よりもものすごい悪化したんですよ。でさらにこのアイソトープ治療をして2週間後ぐらいになんかこう腕とか足とか顔とかになんか変なかゆみとか湿疹が出たんですね。でそれで皮膚科に行ってみたらアレルギーなんじゃないかって言われたんですけど、何のアレルギーか分かんなくて、でそれでこのアイソトープ治療したのって夏なので、どんどん秋に向かって季節は移り変わっているので、長袖を着るようになるじゃないですか、寒くなってくると。そうすると腕の湿疹が治ったんですよ。と思って、で全部出てるところじゃないですか、日中肌が。で私はなんかそれで日光のアレルギーなんじゃないかと思って、でそうなったらもうね、一時期もう日光に当たらないでみようと思って実験で、そしたら治ったんですよ、かゆみが。よかったと思ったんですけど、この甲状腺もね悪化してるこの最中なので、悪化の一歩をたどってる最中なので、なんか甲状腺が悪化していくたびにというか、その日光アレルギーもどんどんひどくなってきてしまい、なんか肌だけの症状だったのが最初は目から入ってくる光にもものすごく弱くなってしまって、もうすごい頭痛とかが出るんですよ、目から光が入ると。それは日光だけじゃなくて、家の中にいても窓から入ってくる光だったり、この蛍光灯のちょっと強い光を弱めたら大丈夫なんですけどが本当ダメで、もう本当薄暗くしないと頭痛くて、でちょっとでもこう日光に当たると微熱が出てすごいだるくなるようになってしまって、だから本当に当時はなんかドラキュラみたいに生きてました。だから極力日中は外出しないようにして、日が沈んでからしか外出しない、で日中はカーテンを閉め切ってドラキュラみたいに生活してたのがすごい今でも記憶に残っています。でそんな中本当体調もひどくなっちゃったので、私も心配で病院の先生にも相談したんですよ。すると半年ぐらいで落ち着くと思いますって言われたので、それを信じて、半年間どうにかやり過ごしました。しかし、半年経って確かに甲状腺ホルモンは下がったんですよ。でもバセドウ病のなんか抗体っていうものがあって、これがまず下がらないとダメなんですね。でそれは逆にアイソトープ治療する前よりも悪化して上昇しちゃったんですよ。でも甲状腺の数値は下がってるっていう、なんかすごいアンバランスな状態になっちゃって、でも甲状腺低下症になるとまたそれはそれで問題だし、体調も悪くなっちゃう原因なので、じゃあ薬で補わなきゃいけないってことになったんですね。これはバセドウ病の薬とはまた違うやつで、この甲状腺ホルモンを補充するお薬です。でそのお薬を飲むと次は上がりすぎるんですよ。もうなんか本当にコントロール不能になっちゃったんですよ。だからなんか上がったり下がったり上がったり下がったりみたいな、前はね上がってるところで一定だったんですけど、次上がったり下がったりし始めちゃって、ものすごい体調悪くなっちゃって、本当にもうジェットコースターみたいな感じの体調で、もうとんでもない体調でした。でアイソトープ治療は私にとって終わりへの一歩ではなく、新たな戦いの始まりだったんですよ。で一度傷ついてしまった臓器、甲状腺、アイソトープでもね手術はしていないといえども傷はついてしまうので、どうしても。でこれって戻すことは難しいじゃないですか。で私はこんなにもねこの治療後体調が悪化してるので、もう本当に後悔したし、甲状腺が元に戻せないっていうこの事実にもすごい絶望しました。ここから私の世界はこの治療をきっかけにというか、そうね、それがトリガーとなって私の世界はどんどん崩れ始めていきます。最後までご視聴ありがとうございました。
高校生から私を苦しめてきた謎の体調不良と激しい感情の波。ようやく原因がわかり、安堵の中でこれでやっと普通の体調に戻れると希望を胸に治療を始めたはずでした。けれど現実はあまりにも残酷でした。私の期待を嘲笑うかのように体は音を立てて崩れ始めていったのです。そして大学卒業の春、晴れやかな門出の裏で私は明日の朝自分は起き上がることができるのかという恐怖に震えていました。次回第4章、静かな卒業と止まった時間。光を求めた先に待っていたのはさらなる深い闇。けれどその闇こそが私の運命を大きく変えるきっかけとなったのです。